はい、皆さんこんにちは。フィットコーヒーの塚田健太です。梅雨の終わった後のこの雨の降ってんだか降ってないんだか暑いのね、来ましたね。毎年夏ってこんな暑かったっけって多分10年間ぐらい言い続けてる気がします。諦めましょう。では今週もよろしく。まず今日はウォーミングアップがてらフィルターでも折っていこうかな。いきなりなんかこのね YouTube 見てくれる人ね結構多いんですけど、一番見てほしいのはうちのスタッフだったりする。ああ健太はそういうこと考えてんだねとか、そうするのを求めてんだねとかの中でフィルターを折る、これって1日100杯200杯入れたりするとちんたらやってたら夜になっちゃうんですよ。だもんで速攻やんなきゃいけない。でコツを教えます。まずこれね、一番ダメなやり方は適当に置いて取ってこうして向きをそれて折ってでこういいんだけども、これだとすごい遅いので、まずこの位置が悪いです。この位置が、こいつはパッと取ってパッと取れるようにこっち向きにしておきます。ですぐ折ってこんな感じね。1店舗持ち帰る動作が減るんですね。ここをこうするだけで。はい、でこれを改善と言います。改善ね、トヨタ改善システムみたいな。要はトップダウンでいろいろこうしろああしろじゃなくて、ボトムアップでこう現場でその細かいところでいろんなことを改善することによって全体のコストがガクッと下がる仕組み作りのことを言うんですね。はい、でバリスタっていうのはもう改善の鬼じゃなきゃいけません。例えばウォーターフィルターも左手で取るか右手で取るかとか、ノックは何回とか、どの位置にこれがあるかとかでやっぱり何百杯も作る時の効率が変わるわけですね。でその一つがこのフィルター折りです。で僕はですね、続けるとこれをこっち向きにするだけではなく、これをちょっとこうするんですよ。すっとマジで一発で取れますね。ということでちょっと何枚かやってみましょう。であとは誰かと勝負するのがいいですね。特に先輩とかはすごい早いんで、俺もやっぱ後輩とやるときは本気出すわっつって。でこれでやっぱり先輩に負けてるようだとまだまだなんですよ。先輩も後輩に負けてるようだとまだまだなんで、ここはやっぱり実力の勝負というかね、ほんとこんなことをして将来のなんだみたいなことの積み重ねなんですよ、バリスタは。はい。でもこういうのを何回も繰り返すとやっぱりちょっと動きが洗練されてきたりして、あの人はやれ所作が綺麗だとか、一生懸命やってないのにすごい細かい動きができたりとかするわけですよね。であともう一個コツが、これ適当に置いてもいいんだけど、なるべくここの出っ張りがここに来るようにするんですね。でそうするとこうやった時に螺旋状になるんですね。はい。じゃあちょっとこのまま全部折ろうかな。これ時間かかるんで多分早回し入りますね。はい、この間に面白い話をしても早送りでカットされるという。最近僕落語にハマっているというか、暇な時音楽聴くのもう飽きたんですよ。イヤホンだと別に音質もそんな感動しないし、やっぱねオーディオシステムで聴きたい。だからもう音楽とか聴かないで代わりに落語を聴いてるんで。もう歌丸先生、桂歌丸、あの人とかもめちゃくちゃ上手です。であれ見てるとこの俺の YouTube ももうちょい頑張んなきゃなというかちょっと思ったりして、すごいですよね本当に。いわゆる落語のねちゃんとお話の前の導入みたいなね、皆さんどうもこんにちはみたいな、なんとかかんとかみたいな、いわゆる枕ってやつなんですけど、あれもね面白いですよね。でもうこの YouTube の俺のダラダラは本当枕みたいな一生枕みたいなもんだよ。うちの YouTube はそういうのもなく、やりますか、喋りました、ドリップ入れますか、うまいみたいな感じで終わってね、ほんとこんなの皆さんの時間をね使っちゃって大丈夫なのかなとか思いますけど、
あとね、それこそね、最近あとよく聞くのがね、ポッドキャストですね。ポッドキャスト、コーヒーの人たちも結構いろいろやってるみたいでね。僕はそれ一切聞きませんけど、コーヒーのポッドキャストなんて、面白いのあったらまあ教えてください。川野ゆうまくんのやつも聞きませんよ。つまんねえよ、今更つと。だから川野くんとはよく LINE してるからね。ポッドキャストで何を聞くかっていうと、ゆる言語学ラジオね。知ってますか？おもろいっすよ。僕聞いてないですね。なんかパッとこういうとこが面白いってなかなか言えないんだけど変な言葉紹介してくれたり、羽おつぱい知ってます？何を想像しました？全然なんだろう。確か虫ですよ。虫。確か虫だったと思う。僕はもう羽おつぱいって聞いたらもう虫のことをイメージしますけど、何を想像意味がわからない。ねえ、本当に。虫じゃなくて動物。あ、動物だった。そう動物。虫じゃねえわ。リスみたいなやつ。そう言ってました。すいません。すべて間違えてる。羽をつぱい。そう、つぱいなんですよ。つぱい。つぱい僕そう。そう。おつぱいだと思うよね。ねえ、ゆる言語学ラジオの2番煎じ。ぜひおすすめですよ、本当。コーヒー YouTube なんか聞いてる場合じゃない。実は新入荷豆が一気に6個出ますから、ちょっとお待たせしすぎたかもしれません。いやー、何かとね、プロバット壊れたり、ちょっと旅行行ったり、家族と治ったんですか？治りました。もう最高ですわ。リードリヒを使ったおかげでやっぱりまたなんか新しくなんか気づいたこともある気がしますね。バーナーの位置とか火の入りがプロバットしか知らない状態じゃなくて、こっちにバーナーつけてこういくとそういう感じするんだってことは、プロバットの癖ってこういうことなのかなみたいな、仮説検証をしてますね。あとはすごい大事だなって思ったのはやっぱりサイクロンの掃除ですね。マジで1ヶ月に1回やろうと思って。2ヶ月に1回でいいと思うんですけど、1ヶ月に1回やってブレも少ねえし、大事ですね。はい、ということで終わりました。ようやく。じゃあコーヒー入れますか。じゃあ今日はこの2種類です。でね、まず1つ。エルパラライチ。皆さん大好きだったエルパライソ、久しぶりに復活です。なんか一番最初に出た時はすごい味が濃くてうめえと思って、その1年2年ぐらい使い続けたらなんか味が薄くなった気がして、もういっかなエルパラはって思ったんですよ。でその時にやっぱりミランとか他のファーメント系のやつも出てきたんでちょっと離れてたんですけど、ちょっと久しぶりに買ってみました。どんな味がするやら。はい。前よりやっぱり味は違いますけど、違う印象なんだけど、やっぱいいかもねって思うような味ですね。また後で言いましょう。もう一個。はい。皆さんお待ちかねではないでしょうか。特にコーヒーオタクの人は。はい。SL9 ですね。ケニアとかで SL28 とかね、ある、スポットラボラトリーの9番目なんすかみたいな。で、なんかちょっと調べたら、なんかケニアからペルーのインカ橋に持ってってインカ芸者と言われているという。確かにね、なんか芸者みたいな感じがするんですよね。で芸者みたいな感じにブルボンぐらいなんかな、なんかこうちょっとボディ感のあってリッチな、若干ケニアっぽいって言われたらそんなことはないんだけど、華やかで飲み応えもあって、でなんか芸者ほど線が細くなくていいじゃんみたいな感じのペルーですね。たまらん。はい、ということでね、暑いけどホットで入れようかな。これはね、両方とも。じゃあやっていきましょう。ペルー、これインポーターはこのシュハリです。シュハリ。辻本さんと辻本さんなんかコンビニ弁当絶対食わないらしいですよ。すげえ高いコーヒー扱ってる人がコンビニのパン食ってるのを見てがっかりしたって、なんか切り抜きで見ました。僕はコンビニ弁当食べますけどね、必要とあらば。特にね、コンビニ弁当は僕はセブンはすごいと思う。なんか飽きさせないし、
あれでもセブンもコンビニ弁当ってなんかセブン自体ががっつり作ってるんじゃなくて、なんかパスタだったらこの会社、なんとかだったらこの会社っていろんなところがちゃんと商品開発してるらしくて大変ですよね。まあでもそんな話をしてたらちょっと手張りの人に怒られそうなんで、まあ言うて僕はね自炊してますけどね最近ずっと、自炊が一番うまい。本当にうまい。それはそうですね。最近ミンチ機買ったんですよ。うわ肉をひき肉にするやつ。だってさコーヒーはさ引き立てなのにさ肉引き立てじゃないってどういうこと確かに確かに。ねえ。こういうやつですね。あ、そう、それのでも電動版。これ7000円ぐらいでしたよ。そう。それも、とか言って、全部一瞬でひき肉になって、いや、めっちゃ、うまいって感じではなくて、なんか普通な感じになるんですよ。普通な感じ。なんだろうな。だから、普通のスーパーのひき肉が、多分やっぱり、なんか、牛脂とかね、油とか、上手にブレンドしてんだと思いますよ。でも、俺がやるときは、はい、鶏だったら胸肉もも肉1対1みたいな感じなんで、なんかすげえプレーンなのだけど、やっぱりなんかこのうまみみたいなのが、おーこれだよねみたいな。でそれの後に確かにそのもう外食、その辺のレストラン、ちょっとね企業努力系のレストランとかに肉食うとなんかソース味濃くごまかしてますねみたいな感じになって、もうねやっぱ自炊が最高。本当に皆さん自炊はいいですよ。本当に僕嫌いだったんですよ自炊は。腹減ってる時に料理するのが嫌なんです。わかるでしょ。あとキュウリとか切るじゃないですか。コントントントンポロロンみたいな、この野郎っつって拾うじゃないですか。切るとまた落ちるんですよ。これ5回ぐらい繰り返す。腹減ってる時にですよ、ふざけんなっつってマジでって思ってたんですけど、もうなんか自分を高めるための修行だと思って、はい、自炊はいいよ、はい、僕ならこう入れる、僕ならこう入れるね。田中くんぜひコラボしたいですね。まあでもなんだろうな、安易にコラボっつってもさ、ほらなんかただ読んだだけだと失礼だし、なんか面白い企画とかがあったらいい。やっぱ同じ豆を2人で入れ合うっていうのがいいんじゃない。なるほどね。それが面白いじゃない。俺のがうまいねっつってお互い平行線みたいな。まあでも確かにね、そういうすり合わせは面白いかもね。俺はこういう味が好きだからこうですっつって、なるほどねみたいな。で俺はこういう味が好きですっつって、そこには理由があるはずですから、なぜならこうだから、なるほど。でそうするとそのコーヒーを飲む前提が違ったりするんですよね。きっとお客さんはこうだからこういう風に入れてますっていうところの、きっとお客さんはこうだからの想定が違ったりするんで、それはつまりそのバリスタが世界をどう見てるかにつながるんで、確かに面白いかも。コラボしたい人ぜひ。いいですね。これでも機能焙煎なんて SL9 だからまだちょっとガスってますね、ぶっちゃけ。でもいいじゃないですか。うまそう。もううまそう。最高。もう最高。いいね。そうそうまたちょっとガジェット紹介いいですか。これすごいのよ。TDS みたいなコーヒーの濃さを同時測りマシン、これベルカ、でこれね、まあ面白いから今使うけど、そういう使い方できるんだ。そう裏を見るとここでなんか水の多分基準にしてコーヒーが通ったら、まあちょっと不純物混じってると電圧変わるじゃないですか。でそれで濃さを測ってくれるという、なんかすごいマシンです。これめっちゃおもろいですよ。これで僕はもうすでに実験したんですけど、コーノとウェーブドリッパーと、あとX ブルームとかで、基本同じレシピ、同じ味を想定してやったんですけど、やっぱりグラフ見ると全然違うんですよ。そうでそのすげえ細かい説明とかも自分なりの仮説は立てたんですけど、やっぱり YouTube だとすごい長くなりそうなんでカットで。セミ鳴いてやがるな。最悪だよ。俺セミが大嫌いでね。同じく。セミってマジ嫌ですよ。超嫌だよセミ。セミ最悪よ。怖いよあれ。いやそう怖いですよね。だってなんかあいつら鼻ムニムニしてるし。そうなの。で筋肉だし硬えしやらけえし、なんか顔もちょっと可愛いっちゃ可愛い、なんかけなげすぎて、でそのくせなんかすげえ力強くやるじゃないですか。でジージーとか言って、で死んでると思ったらひっくり返ってビビとか言って、
そう最悪ですよ。ひっくり返ってるあれを巷ではセミファイナルというらしいです。はい、でこれでやっていきましょう。オートスタート。これでもうお湯を感知したら始まりますよ、こいつ。ほらほら、来た。で、ここでやっぱりね、そのコーノの特徴としては、お湯をわりかし多めに入れてすぐ攪拌っていうところが、うちのレシピの肝なんだなーって思いましたわ。うまそう、香りが。情報量多いな。すげえうまそう。もう宝石みたいな香りしてますよ。皆さん宝石の香り香ったことあります？ない俺は。けども宝石ってきっとこんな香りだと思います。うまそうこれ。すごい。いいですね。素晴らしいっすよ。素晴らしいよ。SL9 高いんだけどね、やっぱ買ってよかったね。いやもう最近ペルーはいいよね。ペルー素晴らしい。そうさっき攪拌をすぐやるのはすごい大事で、攪拌が遅いと全部落ちちゃうんですよ。でその時に落ちるやつってめちゃくちゃ濃度が濃いやつなんですね。でそいつを落とさずにもう一回ドリッパー内にカモンっつって戻らせることによって、なんかいい感じになると。でこの高濃ドリッパーやっぱこう詰まるというか、お湯がすごいしっかり浸止モードになってるじゃないですかこれ。で浸止なんで、ここでちゃんと抽出されてるんですよ。でその証拠にこのままこいつがクイッと上がるんですよ。こうやってほらね、こいつがこの濃度が下がってるね。まあ4投目だからでもこことか見るとほら上がってるでしょこれ。上がってきたほら。で今この抽出中で出てるやつがさっきより濃いのが出てる。不思議でしょ。でこれがなんかウェーブドリッパーとかいわゆる本当もう透過、気持ちいい透過式だともう基本的にドーンって高いの来てあと下がるだけなんです。でもコーノだとなんかここでまだ濃いのが出てる。基本これ出がらしなはずなんですけど、これしっかりここに粉があってリブがあってそこを通ってるんで、基本的に下にあるやつはコーヒーの粉を通ったお湯だけなんですね。だからこれは実は今落ちてるのは出がらしではないんですね。証明します。はい、出がらしだったらめちゃくちゃ低いはずなんで、というわけでありんす。いやー地球はほんとペルーが好きじゃい。ちょっとかっこつけるためにあと新乳化豆なんでね、香りをもっと伝えなきゃと思って一人だけこれで飲みます。そうあとねこのね注ぐ時俺的なコツは細くここで注いであげてほしいです。なんでかっていうと基本的にちゃんと混ざりきってないと思い込んでるんですよ俺はこの中で。だって濃いのと薄いのが、カルピスの原液と水だったら混ざってなさそうじゃない。でそいつを混ぜるにはもちろんこうやって振るんだけども、それでもまだまばら状態だとしてそれをドバッといくと塊でドバッと落ちる。ね、けどそれが細いと線が細いからそのなんか塊が一回スーッとなって鳴らされるじゃないですか。なんかいずれだこれ。はい。つうわけで細くやってあげて気持ち的に目覚めよスーパーフード。最高。はいはい。いいわ最高だぜおい。もうハーブ感がいいのよ。ケミカルフルーツとかじゃないこのテロワールとか言いたくなるハーブ感。だから手張りの人たちは本当こういうなんか綺麗なねなんか品種と今回のクロップとかでプロセス自体はやっぱりもう
丁寧にふざけたことしないでくれっていう感じのそういうのを感じますよね。やっぱなんか違うね。こっちの方がなんかちょっとこうなんだろう、まあ親しみやすい感じ、家庭的というか庶民的。うめえめっちゃうまいでしょこれ。これいいよね。うちこれ15キロしか買えなかった気がするね。30キロ買ったっけな。プラチナムジャスミン。何言うてんねんってね。プラチナとジャスミンどっちやねん。マスカットティー、シルバーブレッド。シルバーブレッドですって。意味わかんないけど。でもなんかこの銀色とか、そういうキラキラした感じを感じるんですよね。あと1週間ぐらい置きたい気持ちはある。言うことないね、これは。皆さんぜひ SL9 飲んでみて。本当にうまいからこれ。じゃあ次エルパラ行きます。エルパラライチロット。エルパライスを行ったことあるんですけど、すごい高いところにあってね、もともとはコーヒーの発酵タンクとか、まあそういう機械屋さんだったんですよね。だからそういう設備とかの投資っていうのは、まあ、他の農園よりも安く自分たちで作ってるからねできるっていうわけで、まあ最新鋭の設備って感じでしたね。綺麗なとこでした。でまあほんとこんなねケミカルフルーツの味わいなんかやってんじゃねえのと思って農園行って秘密の粉香料とか探したんですけどなくて、でもまあ発酵槽の中はこういう香りがするんで、なるほど発酵ってすげえなーなんて思った次第であります。まあでも秘訣はねサーマルショックってやつですよね。まあコーヒー熱々の時に急にその冷えた水とかをバーン入れることでギュッとこう圧力鍋でギュッと味入るみたいな感じ。でロットもねなんか実はライチ、ローズティー、あとなんだライムとか、レッドプラムとかなんかいろいろなのをやってるみたいですね。で品種はカスティージョ。で今回のエルパラなんかそこまでケミカルしすぎてなくて、しかもこのカスティージョ味みたいなのが結構美味しい感じがしましたね。でも豆面も普通にめっちゃ綺麗でしょ。なんかいい感じなんですよ。いいじゃん。いいよ。いい。なんだろうね、なんか嘘くささが減った感じするんですよね。やっぱ夏はね、こういうちょっと特殊生成うまいっすよね。ぶっちゃけ。これもちょっとホットで入れようかな。行きましょう。GO！いいじゃん。懐かしいね、なんか。今年はなんかうめえんじゃねえのみたいな謎な期待が。ドリップのテクニカルに関して思うのはやっぱお湯の細さだと思うんですよね。まあケトル、このフェローのケトル相当細く注げるんで、逆にすごい太く注ぎづらいんですけど、なるべくこう上から下にタラーってこう落ちるような感じ、こういうんじゃなくてね、放物線じゃなくて上から下に糸で食べるように、これをマスターできるとよりいいのでは。いいですね。この時も今3投目ちょっと太く注いで中の粉に当ててあげる感じ。確かに本当エルパラ出始めの時はもっと味濃かった気がするんですよ。もうケミカルフルーツドカーンみたいな、もうでもそれファーメントの味しかしねえぐらいな感じでね、なんかバランスいい気がしますよ。OK。
いいね。うん、いいね。素晴らしい。目覚めよスーパーフルーティー。ね。いいね。いいじゃないの。なんかこういちごジャムみたいな感じもちょっとありますよね。ジャミー、ジャムっぽいこうけどなんかそんなしつこくなくてアナエロビックウォシュトですよね。いいですね。なんかライチロットのくせに結構ピーチとかイチゴとか感じるんですよね。渋いね、なんかね。おん、いいじゃん。いいね。ちょっと加水したい。なんかほんとコンビニで売ってるでかいコッペパンあるじゃないですか。あれに入ってるマーガリンとジャムみたいな感じ。なんかカスティージョなんでそのまああんまりナッティって表現は良くないんですけど、ナッティっていうかナッツを感じるんですよ。その僕はカシューナッツとかのその油分の旨味を結構感じるんですよね。まあ、クリーミーなナッツさみたいなのをあんまりわざと言いませんけど、そういうことだからこれもまあ一応そこをぼかしてあって、今回はキャラメルスクランブルって書いてあるんですね。ライチジェリーね、これね、まあストロベリーゼリーにしてもいい気もするけど、でもまあライチロットだからライチゼリーってことにしておこうかな。ピーチティーなんかもね明確に感じると思う。でなんか本当になんだろうな、このデイリーとちょっと特殊生成の真ん中ぐらいの、最近の特殊生成ってもう本当ド派手なやつもすごい多いと思うので、まあその真ん中感じますね。なんかそんなに激しすぎない。これはね、まあ売れるでしょうねって感じですね。まあちょっと今回1箱しか買ってないんでお早めにって感じなんですけど、じゃあこんな感じでペル SL9 とエルパライスライチロットでした。では今週もありがとうございます。目覚めよスーパーフルーティー。